今朝は京都にお住まいの前僧、駒沢大学名誉教授の沢木光道さんを、京都大学人文科学研究所助教授の上山俊平さんに訪ねていただきます。沢木光道さんは今年84歳。現在、京都市北区高ヶ峰にある曹洞宗の禅道安泰寺に身を寄せていらっしゃいますが、一名宿なし光道とも言われ、今までこれといった家も寺も持ったことのない人です。明治13年、三重県津市で人力車の金具作りの家に生まれましたが、幼くして両親を失い、一家は離れ離れになり、沢木さんは博打打ちの提灯屋に引き取られました。しかし、17歳の時家を飛び出し、永平寺に入門。その後文字通り、幸運流水のごとく全国各地を行脚し、現在に至っています。大変閑静なとこですけれども、ここにお越しになってからもう何年ぐらいになりますでしょうか。ここは、いや、毎月おったけどね。これは16年ね。16年目です。ああ、そうですか。これはどの宗師のお寺ということはないわけですね。いや、曹洞宗。曹洞宗ですか。曹洞宗学研究生を寄せるために建てたんやから。それは普通のお寺ではないわけです。檀家で成り立ったんじゃない。それで、ただそれがために建てたけれども、ここは江藤即王がね、駒沢大学のね、学長やったね、江藤即王が名前出しとったんですよ。名前出しとったけども、ここのためには何にもなってらへんよね。亡くなったから、私の方へこう、全部残したんです。で、仕方がなしに。ここには私らが入るまでは幽霊ですよ。ああ、そうですか。あれ屋敷だったんですか。この建築はね、戦争中は疎開者が入っとるやら、この部屋でも肺病患者が死んどるやら、あっちゃの部屋にも肺病患者が入ったり、いろいろあったんですよ。老子は大変忙しかったわけですけどね、昔から、ご本なんか拝見いたしますと。で、最近はここのお寺にずっとおられて、割と静かな生活をされてるわけでしょうけれども、毎日どういう。それはまた不思議にね、ちょっとも退屈せんねやね。どういうことをされて、なさってる？毎日本読んでる。最近どういう本を？次に、いや、それはいろいろね、今まではね、責任のある本ばっかり調べてたけどね。なるほど。これが面白い本がいいよ。ニューギニアのね、原住民の本がね、出たので、ドイツ人の書いたのと、日本人の書いたの、両方とも読んだんですよ。どういうふうに思われたんですか、日本人の書いたやつは。いや、日本人の書いた方が面白いですね。そうですか。いや、暇人にはかなわんとしてる。で、老子がですね、禅を初めておやりになったのはいつ頃でしょうか。それはね、私はまだ奇跡的に早いんだ。私は永平寺坊主になりに行ったんだよ。最初はね。初っ端で。初めからですか。まだ、提灯張り替えから逃げ出して、永平寺行ったんだよ。永平寺で、型通りの座禅はあるけれどね、座禅に身がいっておらんですよ。みんなね。それは嫌々しとんだからね。それから、今で言うたら、あわらね。あわら町の本所というところに龍雲寺という寺があって、盆の手伝いにやられたんです、本山から。盆も済んだ、手書きも済んだ、波向こうも済んだんで、今日は永平寺から手伝いに来てる坊さんを、どっかへ、な人が連れて行って。でも何もせんでもええで、
遊んでれば終わり。ところが私は苦労人やからね、遊んだことはね、どうやって遊ぶのか知らん。未だに遊んだことないわね。あ、そうですか。なんだとしてるもんね。それから、衛兵で、おったから座禅することがなるとですね。それで、奥の部屋へ入って座禅しとったんですよ。座禅したところは、その飯炊きのババアが、奥の部屋へ禅や碗の吹き上げて、そいつを片付けに来たんです。私の座禅しとる部屋の襖を開けた。そうしたらわしは座禅しとったよ。平勢にわしをぼいつかぶババアめ。これはもう、一生懸命に、ナムキエブス、ナムキエホー、ナムキエソ、ナムシャカブリブス、わしを、これだけな、丁寧に拝んだよ。はてな、俺をぼいつかぶババアね。俺をほどくさいのか丁寧に拝んで上がるが、これを座禅っていうことは、学問がないからわからんけども、何でもなんぞやと思った。学問したらわかるやろうが、学問せんうちに奥の院まで分かってしまったわけですな。なるほどね。いや、これが非常に奇跡的でね。実物先使わねばと。なるほど。学問は後じゃ。学問数ばっかり。それから九州の天草まで無線旅行したもんね。その後にですか？その続きで。だから非常に苦労したんですよ。無線旅行はずっとテクテク歩いて。歩いて。それはどういう動機でですか？どういう動機ってのは衛兵に乗ってもつまらんし、そこへ行ってもつまらんし、それで天草に場所をもらうっていうのが、おるっていうので、それで行ったんです。はじめは旅費出してやるって言うて、兄弟子になる奴が言うたところが、その時になってから泣いて嫌がる。それでわしは戻ったらまた提灯張り返しになる。なるほど。じゃあ、洋風呂のところで、おらんなる。それより向こう向いて行った方がいいと思うで、向こう向いて行ったらなんとかなるやろうで。非常に苦労したんです。法隆寺でですね。法隆寺で老子が、有識ですか？何かその、仏教の研究されたことございますですね。そこで研究したその、仏教のですね、式っていうものはその後何か老子の一生にとって。ああいう学問、あれはね、奈良でも言うが、覚えゆ意識、習い腐ってね、腐るんじゃ有意識論でしょ。つまり言うと仏教基礎学でしょ。なるほどね。禅っていうものはもう、学を超越して、もう、通力教会されるじゃない。そこに法隆寺で、けれどね、駒沢大学の教授になってからね、私も禅だけしか有意識学者やっとると知らんもんじゃからね。なるほど。学生はね。禅語学と言えるもんやな。仏教学にちっとも背か。なるほど。そんなことがあったですよ。駒沢入った自分で。いや、有意識とか、くしゃって言いますと僕はよくわかりませんけどね。ある意味で非常に精密な論理って言いますかね。あれは論理的にね。精密な理論ですね。で、そういうふうなものとですね、一見禅なんていうとそういう論理を超越した感じがすると。で、禅なんかやる人はそういう有意識なんか普通あんまりやらないんじゃないですか。やらんね。やらんからね、下道になった。なるほど。ところがね、あの人がね、それを大学流の先生にとってね、なんでもな、この仏教学の基礎がないというとな、はかりやますなしで商いするようなもんでな、
禅だけでは危ないのなって教えてくれたんです。それで私は戦争を済んでからね。戦争って、日露戦争ですね。行くようになったんです。それもまあ暇人やからね。私は7、8年おったんですよ。それで私はその宿なしだからね。帰るとこないじゃろ。帰られてもいいよ。帰られてもいいから、その間に消防現場やないか、呼んどるよ。で、法律に乗って何のかも勉強したんです。しかし、その禅の一番特徴って言いますかね。まあ、こういうことは一言でおっしゃることは難しいと思いますけれども。ダルマが確年無償って言うとるしね。確年無償っていうの。微塵でも独断が混じったり、作り物があったらもうダメですよね。微塵も作り物ない、確年無償。真実を求めることを用いず。真実を求めること。ただ、すべから剣をやむべしと。剣って見るついやね。剣をやむべし。ただ、すべから剣をやむべし。真を求めることを用いず。ただ、すべから剣をやむべし。なるほど。ある通りでしょ。そいつを見るのは、見方はみんな違うでしょ。そんなことはいかんじゃないで、真を求めるっては、その真が、命名の経験が違うでしょ。これは真であるかねえかわからん。真を求めることを用いる。ただ、それから剣をやんべし。剣という以上、私は独断っていうんや。なるほど。剣はね。今の思想問題でも何でもその剣じゃろ。まあそうですね。それはもうしまいには黙ってしまわない。なるほど。ただ座るよりしようがない。そういたしますとですね、今のこの科学っていうものがですね、科学。今の文明で幅を利かしてますですね。で、これは黙るというよりはですね、どんどんと理論を作ってね、ものを生み出してると。で、これがまあ大体これをみんな勉強したりですね、一般のこの文明の原動力として我々は、まあ、尊んでるわけですけどね。そういうもんと今おっしゃったような禅とではですね、全く生き方が違うという感じがするんですけど。生き方が違うんですよ。じゃあ禅の立場から言うと科学っていうものはある意味で、まあ、具合が悪いっていうのはとかあるんですか？科学には終点がないよ。なるほど。禅にはあるわけですか？終点ない科学に燃え使われてるんですよ、人間は。禅にはっていうか、禅以外でも真実の世界は、始めもなく終わりもなし、いつも、いかなる原始人類でも文明人でも同じものがあるわけでしょ。その同じ世界を、同じに行けるんですよ。行けるのに、科学が発達して、それであったらみんな、世界中の人間が悩んどるやないか。ボタン一つで。これが、気違いがないとは言われ。もし気違いが起きても被害は同じことでしょ。どっからどこまでが文明人かわけわからん。それより残念しとる方が。どれぐらい安全かわけわからん。だから、この文明、科学文明に人間は燃え使われて忙しいんですよ、そら。禅がありのままだということをおっしゃったんですが、ところが例えば座禅一つ取ってみても非常にやかましいね、この形っていうものが、消防現像なんかに書いてありますですね。それから、それとはまた別ですけど、老子が大変今朝の研究にですね、研究っていうのも今朝というものについて深い関心を持っていかれる
まあ、こういうある一つの形っていうか、厳しい形っていうものがこの一方でですね、この禅の修行と、またどういう形でですね、どういう関係で捉えられるかということに、僕らはちょっとわからないんですけれども、もうそんなものはなくてもいいんじゃないかと。ありのままならですね、形はもう何にもなくてもいいんじゃないかという感じもするんですが。まあ難しいことは何にもないですよ。いやいや。ただ、世界はね。しかしね、まあ、今朝とかね、座禅の形とかね、それもね、こうやったらどんな気持ちがするかと。ね、そうでない今朝をかけたら、なるほど。どういう気持ちか。座禅をしたら、どう見るかと。飯炊きのババアでもわしも子供の時に拝んだよね。なるほど。そこに大事なところがあるね。それで意義即仏法とも言う。形であると。この形を正さねばならんというのが、それは道元禅にも非常に厳格な形を保った人だね。そういうふうな意味において、この形を正していくと。したがって、私の、まあ、今朝をかけて座禅をする。これでもう安心流明なんですよ。その他に何にもいらん。なるほど。学問もあってもよし、のうてもよし。あるものを捨てんならんこともなし。ないものを仕入れんならんこともなし。それが私のことを今朝宗っていうぐらいでね。今朝宗の書。つまり言うと、私とこでは、今朝かけて座禅するというだけがもう、これが正味なんですよ。なるほど。その場合に会、よく5回とか10回とか申しますですね。その会というのはですね、この禅の立場からどういうふうに考えられたんですか？いや、どういう立場でね、あれはね、しくじったものがあるたんびに、お釈迦さんが戒めたんですよ。なるほど。女子でしくじった。あるいは人のものをちょっと拾って隠したとか。そこで、そのたんびにあったんで。だからね、ダルマの一心開門っていうのはね、樹海の樹とは伝なり。伝える。伝とはこれ書くなり。悟る。仏心を悟るを真の樹海という。なるほど。だからお釈迦さんの気持ちがわかるのが真の樹海。だから全海一如という言葉もある。全と海とは一如である。座禅しながら舞うとこもできへんし、座禅しながら蒸すともできへん。老子はあれですけど、まあ私たちの素人考えから見てですね、もともとこの、お釈迦さんも家族を捨ててね、出家されたですしね。それからお坊さんのことを、まあ出家と言ってきたわけですね。ところが今のお坊さんは家の中に入ってですね、出家でなくてですね、入家って言いますか、家の中入ってるお坊さんが多いし。そういうことからですね、まあ元々の仏教のあり方というものと、まあだいぶ違ったですね、ものように思うんですがね、その現在の仏教っていうものについて、老子のご感想を伺いたいんですけども。まあ、職業になったやないですか。だから、円山っていう人もね、出家したってもね、わら小屋から瓦小屋へ移ったんではいかんぞやし、それはまあ昔から言うんやけどね。うっかりすると商売替えになっちゃうのね。だけど、商売替えじゃないじゃね。
しかし私はこれ、宿らせてきたらね、交渉がね、成功でしたな。成功もいろいろあるぞ。いや、私らはこれはまあ、こんな結構なことはないですよ。何のことはないもん。それで不自由もせんもんね。何にも不自由せん。ここに終わってこれでまあ普通の人は不自由すると思ってですね、いろいろ職業を身につけたりね、お坊さんでもいろいろ檀家を増やしたりしてると思うんですがね、なぜ老子はいながらにしてね、いろいろ異色が集まってくるかということですね。これはみんなにちょっと謎だと思うんです。これもね、托発していくのが嫌だったけどなもんな。第一善人の死にね、昼は高村に行って結いて時給を買い、夜は林家に帰って出して安全す。出家親しく個人の風になろう。そういう詩がありますよね。いや、実際ね、ありがたいことですよ、これ。私はまあ、あんまり忙しい日本中飛び歩いとったからね、運数引っ張るときにはまあ託発したけどね。託発と暇がないもんね。まあ、居候の名人やからね。なるほど。禅宗の坊さんでもですね、親類縁者とかですね、子供たちに取り囲まれた老後っていうことはあまりお考えになりませんですか？例えば子供がおってですね、子供が、自分の肉親がですね、旗におる生活と今の生活と、まあ、頭で比べられてですね、どうこうっていうことはほとんどお考えにならないですか？僕らにわからないのは、お年寄りになると、みんな弱気がさしてですね、やっぱり自分の可愛い孫とかですね、子供がそばによちよちしてくれたら嬉しいというふうなね、ことをついうっかり考えるんですが、子供も何もないでしょ。ああ、そうですか。ほんとね。よかったの。これで子供があって、孫があって、あと見てかんならんだら大変だけれども、自分一人、そして不自由もせずね、結構なもんですよ。しかしそれはありがたいことでね。宿らしでもこれ、こんな、こればらけやけどね。こんなだけにこう折れるしね。まあ結構なもんですよ。これは野草がぎょうさん生えるしね。野草の料理してくれるしね。小鳥が飛んでくるし。これ、もみじがこれ、秋になるとね、これ真っ赤になる。いや、実際私もね、幸福なものなんですよ。なるほど。まあ最後にちょっとお伺いしたいのは、現代の社会に対して、仏教というのは何かですね、果たす役割と申しますかね。仏教というものが現代社会にどういう貢献ができるかっていう点ですね。これはみんなにとって興味がある問題だと思うんですけれども。老子はどういうふうに。貢献ってみんなが、この仏教というものを、つまりね、お釈迦さんというものがどんなやわからんの。それなんや。お釈迦さんはなんで出家したか、悟りということはどんなことかっていう。だからお釈迦さんが悟ったということは、一体どういうことかということがわからんの。だから、そこが大事なところなんだ。だから、それには非常にね、また、ちょっとわかることじゃないかね。ちょっとわかることじゃないが、
非常な大事なところです。その大事なものだけがなしで、空っぽの伽藍やら、年会やら、そんなものが残っとるんですよ。その一番大事なものは一体何かと。それのことを悟りと言うても間違うし、修行と言うても間違うし、つまり言うと本当の自己を持つことでしょ。本当の自己の生き方を持つことでしょうが。言葉書いていや、みんなが宿なしになることですよ。なるほどね。宿割りが間違うとるんですよ。その宿の取り合いしとるから。まあみんなが宿なしになったらいいと今おっしゃったわけですがね。これは大変だと思うんですね。宿あるのが間違うとるんですよ。そういうね、お気持ちに到達されたね、もともとっていうのはどういうところからなんですか？その老子が。もともとって、もともと宿なしじゃん。いや、みんなはその宿のないところからですね、宿をせっせと作っていくわけですね。ひたくり合いしとるでしょ。ひたくり合いが修羅道じゃん。どうせ凡夫じゃからね。誤りがありますよ、どっちも。この誤りをね、まあ、これ習慣で大目に見て養のとるんですよ。それからしょうがないですよ。じゃあ、このあたりどうも、いろいろ長いことありがとうございました。日曜訪問。